余計なことを言わない。直接着物を出す。この図はメイドストーリーで見た人も多いと思います。ほとんどの人は文字化けだと思っているに違いない。しかし実際には暗号化された情報と言えます。次の写真でしょ？友達に会ったかもしれません。この情報を逆コンパイルした大物です。しかし中にはまだ翻訳されていない言葉があります。ふーちゃんがここに留まるわけないでしょ。大物とのコミュニケーションの下で、一日一晩を経る。やっと全ての解析が得られました。ここはまず仲間に感謝します。午前1時過ぎに私とストーリーを検討しています。これが全てコンパイルされた情報です。しかし今回のメイドストーリーはこれだけではありません。少しずつ分析してみましょう。今回新しく出た擬態任務。この任務はどこまで的外れですか？とんでもない。私は説明しない。このストーリーにどれだけの情報が隠されているかさえわかりません。下に余計なことは言わない。私たちの任務の旅を始める。今回の任務の発起人はヒリーだ。彼女はアナベラに計算されたエース機械士だ。アナベラは財団のキューブに戻りたがっているからです。外のドアを開けなければなりません。自分の力でこれができるのは、私たちのキリちゃんです。ここはみんながわかると信じています。罠です。危険物質地帯に直接加速しています28日。どこへ行きましたか？アナベラが言ったニオ箱は彼女自身の殺しや番号だ。彼女の身の上話の後私たちは、ゴミ箱のインスタント食品とペットボトルの説明はずっとこの近くで活動しています。箱の中の空の弾丸箱と望遠鏡。銃を使った人が徘徊しているということです。ここは望遠鏡ではないと思います。照準鏡です。望遠鏡で観察する狙撃手はいないでしょう。そして地面の足跡です。この足跡は非常に重要です。足跡を見る方向はダクトから外に向かって歩いています。換気口の部品を考えると、ロボットが殺されたのは明らかです。犯人はここをうろついている銃の達人です。なぜ4年ぶりに機械人材が逃げたのですか？思考力を持ったロボットです。ここでは Z バグという人が、彼も重要な人物だ。そして後続のストーリーの推進者にもなります。まず関所を売る。ストーリーが来たら話しましょう。今回の探検はメイドが財団のトップリストを得るために、網の抜けた魚を徹底的に解決しようとしている。設立された1局。このロボットアームの位置を見てください。わざと私たちを誘ったんです。残念ながらヒリーは実直だった。メイドにお世辞を言われてしまいました。神のような相手を恐れない。おそらく実直なチームメイトだ。換気ダクトを通って、下に行くとヘンリアット財団のキューブです。ここに干物が少し出ています。今のシーンをよく見てください。次に私が置いたこの写真は、我々の任務の進行中の配置。会場の真ん中にロボットが増えています。このロボットはどこから来ましたか？彼は覚醒者だ。覚醒者も Z バグと関係が抜けない。今このストーリーの詳細を知っていて怖いですよね。はいはい。ストーリーを続けましょう。このシーンのロボットは弾丸で壊されています。それをしたのはメイドです。コンピューターの資料で分かったのは、ここの事件の発生時期は西暦2708年です。この1年何が起こっていますか？執行責任者ハルノブが殺された。リンや狩猟から帰ってくる。レビリア海域隊実験が始まりました。レベの誕生。ビラとアシャは連絡を結びました。この1年はまだ忙しいことがわかる。記録に最初の財団の従業員が現れました。C1 職場のスガンから、鏡花堂が大量のロボットを注文していることも分かりました。鏡花堂という注文は本当に偶然ですか？もっと奥に入って答えを探しましょう。廊下にはロボットが広がっている。しかしこれらのロボットは全て壊されているわけではありません。待機状態にあるものもあります。こちらには起動中の。彼らはなぜ動かないのか。後で答えがわかります。入り口に戻る。メイドも自分の本当の目的をさらけ出しました。キリーにドアを開けさせて。このドアは4年前にメイドが反逆した時です。財団は保身のために閉鎖しました。メイドが工場に与えるダメージはこの門に留まっています。つまりメイドは4年前に中に攻撃できなかったということです。そして彼女にはこのドアを開けることもできませんでした。このまま4年間硬直していました。ずっとドアの外に守っている。今からキリを騙してやってみたんだ。この機械の音は少し調子が悪い。言ったことが解析しにくい。普段はメイドに苦しめられていることがわかります。しかしドアを開けた後の音はよく聞こえた。緊急を保護するボシュ。聞こえたか？ボシュを守る。私の推測は正しいことがわかる。ドアを閉めるのは安全の一環だ。支配室の12人の株主資料を漏洩しないように。ゲートに入るとロボットが自閉状態になっていました。しかし戦闘の痕跡はない。メイドの攻撃がゲートに止まっているのにも合っています。ロボットがなぜこんなことになったのか。まだ Z バグと関係があります。この時左側のエレベーターに注意してください。今でも使えます。メイドの目的は達成されました。霧で写真を撮るときに消えてしまいました。実は彼女は左側のエレベーターで降りました。ついでに回路基板を破壊しました。これが細部の表れです。でも彼女はフロアの真ん中にカードがあるのを恐れませんか？キリーの知恵はメイドが廊下に行ったことを教えてくれた。神チームメイトは本当に連れていけませんね。彼女の目には今は集団の秘密技術しかない。廊下を通って C1 職場に入ります。生産中のロボットと分散した自閉ロボットが見られる。最初のログはクレームです。これは典型的な悪徳商人の手段だ。2つ目は従業員日記です。3人の人物が載っています。1つは Z バグ。8月にロボットに手足を動かしたと言いました。彼はどんな手足を動かしましたか？後で説明があります。2人目はアナベラです。メイドが過去にもここにいたことがわかります。3人目はボラーです。彼は C1 と C2 の職場の責任者です。従業員を圧搾したボスだ。9月28日から脅迫状が届きました。この時 Z バグはまだいます。これらが重要な手がかりです。オフィスのディスプレイには2つの職場が見える。C1 職場のモニターが壊れています。表示も無信号です。細部が直接いっぱいになる。次にボラーの日記を見つけました。スネとブリンチョフの話があります。スネは外で男の天国に行く従業員だと知った。外の日誌を残した従業員でもある。
ブリンチョフは工場全体の責任者です。でもボスじゃない。ログ時間は表示されていません。脅迫状の手がかりしかない。スゲンは辞めて C2 職場も空になった。従業員を圧搾するにはいい果物がないようですね。ヒリーについて廊下を通る。C2 職場に来ました。ここは家事特化型ロボットです。最初のログは依然として悪徳承認の手段だった。2つ目の手がかりは信号増幅器を言及しています。電波階段に関する手がかりでもあります。でも結局ユーザーのプライバシーを盗むために。やはり資本家はどこへ行っても同じだ。ここの日記は相変わらずボラーが書いたものです。日記から C2 の従業員の名前はアチャだと知りました。信号増強器の真の役割も知りました。次は脅迫状の事件です。しかし脅迫状は誰が送ったのでしょう。ボラーは襲われた。日誌は最高経営責任者春信殺害事件に言及しました。幻冬の設定がやっと繋がりました。ブリンチョフはボラーに声を出さないように言った。ボディーガードの申請も拒否された。ボラーはただの捨て子に違いない。これまでのストーリーはまだ何の波乱もない。これから本題に入ります。地図指示によると、私たちは C3 職場に来た。真実に触れ始めた。C3 職場では生産やデバッグされたロボットはありません。すべて自閉ロボットです。この手がかりは大物に聞いた。全くのランダの結果になった。文案は早く出て殴られなさい。二つ目の手がかりは多くなります。ここは Z バグが担当する職場です。ボラーは彼に押し潰された。時間が乱れていますが。しかし重要なのは情報です。Z バグは不思議な人です。彼はロボットに思考力を持たせたいと思っている。自分の意思を持っている。彼は知能ロボットの擁護者だと思います。そこでロボットコードに多くのものを詰め込みました。ここではスティーブンが言及したロボットの異常に対応しています。Z バグの仕業だ。トーションバーは伏線だ。大きな世界にも現れています。日誌で分かったのは、9月に彼はもう逃げる準備をしている。Z バグは頭のいい人だ。彼は28日の反乱を推測した。彼が組織のキーパーソンであることも示しています。上層部の情報に触れることができます。捨て子になったボラーとは違う。重要なのは最後の言葉です。私が書いた知能。残りの奴らが逃げるのを手伝ってくれないか。ここは職場のロボットのことです。Z バグは指針を残した。彼は財団のロボットを救おうとした。しかしどうやってロボットに思考を実現させたのでしょうか。彼が書いたメモを見てみましょう。左上の画面に注目してみましょう。換気口から入ってきた部屋を示しています。見つかりましたか。ロボットが一つ増えた。これが覚醒者です。つまりコードによる思考判断ロボットの実現である。なぜロボットは知能を生み出すのでしょうか。Z バグが書いたコードを見てみましょう。ここもスタンプ聞いてみたよ、大物。このサイクルが知能を生み出す可能性があることを確認しました。原文は少し理解しにくい。簡単にしましょう。書いた条件は、命令がなければ命令を実行する。錆びて壊れるまで待機する。しかしロボット設定の基本的な論理は、命令がなければ命令を実行できない。これは相反することだ。今ゲートが閉鎖されています。ロボットは指示を受けられない。命令を実行すべきだ。でも指示はありません。何の命令も実行できません。2つの条件がロボットに判断衝突を生じさせました。指示がない場合、命令を実行すべきか実行すべきでないか。設定された対応は空の値です。つまり指示を待ち続けることです。しかし指示を待つのは指示がないことに等しい。そして循環を始めました。これはロボット自身が判断を考えるようになります。この循環の下で、ロボットは3つの状態になりました。自閉者、思考者、覚醒者。自閉者は錆の悪い命令を実行することを選択した。思考者はまだどう選ぶか迷っている。覚醒者は自分の判断を下すことができます。命令を実行しないことで自己判断能力を得た。上の階で見た足跡は覚醒者から来ています。Z バグはコードで奴らを逃がすことに成功した。でも彼が意外に思ったのは、ロボットは明度の追い込みから逃れられない。地図で C4 工場に来ました。ここの責任者はブリンチョフです。財団の陰謀にも触れ始めました。彼らは戦闘ロボットを研究しています。軍隊を作りハイガルドを倒そうとしました。でも技術レベルは最低です。安全保障省のロボットには及ばない。ここにも従業員の日記が出ています。しかし欠損は深刻です。言葉を書くのは難しいですが。でも意味は少しわかります。彼は会社を民間ロボットメーカーだと思っている。今は戦闘力の向上が求められています。彼は会社の目的に疑いを抱いた。そして会社のトップと28日にも会いました。でも彼はもう家にも帰れない。この従業員はコントロールされています。後続の信号遮断も。ここの従業員は自由を失いました。ブリンチョフのメモで分かったのは、ハイガルドはここに気づいています。しかし秘密職場ではうつべネットワークを使っています。ハイガルドも追っていない。秘密職場で使用されているうつべネットワークだけに注意が必要です。財団全体ではありません。信号がない地域は C4 と C4H だけです。C4H に来てブリンチョフのメモを見つけました。メイドといえばボスに養子になった子です。道具に育てられた。ブリンチョフも高級フリーターだとわかります。ここではオスについてお話しします。死ぬのが怖い。これまで欠損していたログを連想します。シャズは家に帰れない不運な卵だ。ブリンチョフも脅迫状の内容に言及しました。財団を崩壊させると言い張った。この手がかりは重要だ。彼は怒っているけど。しかし最初に考えたのは Z バグを探すことです。Z バグの技術は確かに組織に不可欠であることがわかる。その実力が十分に見られる。ロボットに知能を持たせるのも無理はありません。外のログはブリンチョフからの指示を発見しました。メインルームに送ったんです。内容はメイドに退職従業員を一掃させます。外の職場でも窃盗の安全ロボットが見えます。最新の改良された戦闘ロボットと、財団の研究はすでに重要な段階に達していることがわかる。しかし脅迫状は従業員を驚かせて退職しました。会社も維持できなくなった。ブリンチョフがそんなに怒るのも無理はない。ここに疑問があります。脅迫状は一体誰が出したのですか。メイドの紙なら、なぜ退職従業員を除去する指示を実行しなければならないのですか。そして目玉です。この文字化けの解読は、文章は GBK と UDF 過去の対応関係を用いて生成された。しかし特別な記号は表示されません。それで文案はそのまま捨てました。よかったねプレイヤーは頭がいい。
文章に表示されていない部分も揃えた。ではこの日誌は誰が残したのですか？ここに食い違いがあります。アナベラが残したものだと思っている人もいます。メイドは自分で目覚めた。逃げ始めた。脅迫状で財団を破壊しました。でも私はそうは思わない。第一句、このままでは絶対に泥沼にはまってしまいます。逃げないと。問題は逃げ時にある。アナベラは逃げる考えを持ってはいけない。彼女は実力が強いから。彼女はいつも暗殺任務を遂行しています。彼女が逃げようとするなら簡単だ。自分に目覚めたら、誰も彼女を残していない。そして時間的順序が間違っています。日誌はメイドが残したものだとします。では脅迫状事件の前に、脅迫状がメイドからだとしたら、目的は従業員の退職をびっくりさせることです。なぜその後また退職従業員を除去する任務を遂行したのですか？この2点は不合理だ。メイドは一体いつ自分に目覚めたのだろうか。彼女が退職従業員を排除した以上、この時彼女はまだ反逆していなかったということです。それは任務が終わって初めて自分に目覚めたことだ。脅迫状は彼女が書いたものではありません。このログにも2つ目の可能性があります。前は自分の立場の描写です。泥沼に陥る。今誰が泥沼に陥っていますか？財団です。正確にはブリンチョフ。ハイガルドはもうすぐここを派遣します。脅迫状の隠し勢力も介入しています。従業員が退職し、プロジェクトが脱傷した。このような場合は、この工場はもう犠牲になった。財団は直接工場を捨てます。速やかに損を止める。ブリンチョフは自分の未来を予見している。だから彼は28日を見て、思いやりの心が生まれた。メイドを他の人の命令に従わないように導く。自分の主人になるんです。彼女を目覚めさせて財団を出て。しかし目覚めたメイドが報復したのは財団全体です。ブリンチョフも含めて。そして5種の欠如により、彼女は命令を完成させるために5種を挙行しなければならない。もちろんこれも推測に過ぎません。今のところメイドの日誌でも、ブリンチョフの日誌か、可能性があります。そしてメイドこちらの分岐ストーリーです。簡単に言えば財団を滅ぼすことを教えてくれ。メイドがやりたいことでもあります。4年前彼女はここに入れなかった。今やっとメインルームに来ました。京都小新聞はメイドが従業員の皇族を除去しました。ブリンチョフの任務を説明する。メイドが最後に執行しました。2つ目の記事は依然としてクリアタスクを実行しています。身近な中年の男。ブリンチョフのようだ。3つ目の資料はメイドの身の上を示しています。マドレーヌ財団の孤児院から来ました。養子になってから何の頼りもない。養子縁組は財団のボスです。養子になったのは子供だけではありません。メイドはその中で最高です。唯一生きてきたのかもしれません。最後のこの資料がメイドの最終目的です。彼女はパソコンを操作して回復し始めた。削除された資料。欠損内容からわかるように。情報はその後の予定です。計画通り出しゃばりを避ける。新しい財団拠点は下条区にあります。森に12人の株主が現れた。リストの名前は鏡でも見つかると思います。興味のあるものはやってみてもいい。後ろの戦いはメイドの実力の展示です。彼女には逃げる必要はない。ここではロボットの言うことに注意しなければならない。検出された緊急事態はを保護する5種。外の門の AI が言ったように、緊急事態が検出された。5種を守る。5家人を守ることが全てのシステムの優先順位のようですね。メイドが最後のロボットを解決したとき、株主メイドはちょうど回復したところだ。メイドは5種は存在しないと言っています。彼女がブリンチョフのことを言っているのは、今のところ彼が送った指示しか見ていません。12人の株主と財団のボスが5種の1人かどうかについては、メイドが収書を見て彼らを探します。彼らを5種だと思わないのは難しい。私たちが着いたとき、資料は全て廃棄された。これで任務は終わった。今回の任務は細かいことが多い。シーンの文案にも非常に多くのものが詰まっています。今回の公文案は2日間断続的に書かれた。しかしこのような努力は価値があります。やっとこの擬態ストーリーを整理し終わった。幻冬は私が触れたばかりの時のハイライトは根茎女児手法でした。細々した手がかりでストーリーをかき集める。今回は発揮の極みと言える。前に風ちゃんが幻冬の流れを分析していましたがシーンを作るのは難しいです。しかし魂系のスタイルは違います。交渉で解読し少しずつ真相を解く。プレイヤーに達成感を与えます。しかし大きな欠点もあります。整理できるプレイヤーは少ないです。黒魂を例にとる。遊ぶ人が多い。でもストーリーを知っている人はごくわずかである。ほとんどのプレイヤーは工学者の整理を通じて多くの情報を得ることができます。でもこれも根底ゲームの魅力です。幻冬はこの方向に発展しています。私には良さそうだ。公式にはあまりストーリー表現力がありません。しかし文案は批判的でした。片言で情報を隠すのが好きです。どうして多くの人は幻冬のストーリーが悪いと思っていますか？私はいつも幻冬のストーリーがいいと言っていましたか？同じストーリーのせいで私たちが得る情報量は全く違います。シーンの手がかりの発掘に加えてもっと隠された情報を見つけることができます。普通のプレイヤーは文案をよく見ていないだけでなくストーリーさえもスキップして幻冬がどんな世界なのかは自然には感じられません。でもある話があります。今回のストーリーが出演したのはテキストの量が増えたからです。これで解読できる情報も多くなりました。幻冬は今後の更新中により多くの文案を入れて世界設定を改善することができる。いい話が言えない以上、じゃあストーリーは党に任せて発掘しましょう。アナベラの疑問点はそれだけではない。正規服の擬態ファイルができました。やっぱり私を防ぐんですね。もしテスト服にこの情報があれば、メイドは私にもっと徹底的に解読されていた。Z バグが世間を歳出した。28日に手紙を書きました。ご主人はもういないと書いてありました。でもご主は存在しません。また誰がメイドを助けているのでしょうか。脅迫状を送ったのは一体誰なのか。鏡花堂主とメイドは何の関係がありますか。ダウンタウンには一体どのくらいの秘密が隠されているのでしょうか。おかずに注目する。違う幻の塔を体験してあげます。